思った。かっこいいパッケージ。手触りサラッサラです。ほい。単にパンツ履いてるゴリラ、パンチを食らった大ダメージ、耳がちょこんとしていて可愛らしいですね。ほい。ストレッチーズが勢ぞろい。ストレッチーズミュータント。デアゴスティーニの食玩シリーズ最新作が発売されました。デアゴスティーニの食玩シリーズといえば、僕は過去にコーシリーズっていうのを紹介したんですけど、今回はそのコーシリーズではなく完全新作の食玩シリーズみたいですね。いやー、とってもワクワクするパッケージです。ラインナップはここに並んでいる動物たちだと思うんですが、これだけではわからないんで中身見ていきましょう。こんな風に中身が詰まっています。思った。かっこいいパッケージ。さあ、こちらが個包装のパッケージです。内容物は玩具1個にブックレット1冊。これお菓子売り場に売ってあるやつにはガムかなんか入ってるんですかね。多分きっとそうだと思います。16種類のストレッチーズを集めよう。この一番前にいるやっぱライオンの戦士が主人公なんでしょうか。ちょっと撮影用に1個パッケージ取っておきたいんで、1個目だけ綺麗に開封します。とりあえずブックレット見ていきましょう。よいしょ。なんだこれ。ダークウルフオリジナルキャップが当たるらしいです。これキャンペーン応募してみようかな。さあ、最初の1個はキラータートル。いいイラストですね。キラータートルはどんな打撃にも耐えることができる。なんかここにね、ステータスのようなものが載っていますね。突然変異ベースガラパゴスタートル。戦力ポイント鋼鉄のように硬い甲羅。そしてライバルはハンマービートシャーク。さあ、気になるキラータートル、まずは見てみましょう。手触りサラッサラです。ほい。何これ。さあ、キラータートルこんな感じです。すごいね、手触りがサラッサラ、超気持ちいいです。これ音聞こえてますかね。中にね、多分砂と粘土的なものが入っていて、こんな感じの音がします。こちらがキラータートル。ちゃんと背中の甲羅も造形されていますね。だいぶ色はイラストよりも明るいですが、非常に凶暴な感じで、いいですね。この腕の筋肉なんかもリアルに造形されています。指輪3本。多分中が粘土みたいになってるんで、結構自由にポーズをつけたりとかできるということなんでしょうね。こういう風に形を変えたりして遊ぶことができます。肝心の足腰なんですが、へにゃんへにゃんなので、ちょっと自立は難しそうです。というわけで1個目はキラータートル。これ次がまた楽しみになりましたね。じゃあ先にラインナップの方を見ていきましょう。ラインナップはこちらのブックレットの中に書かれています。ステータス表記と、なんか格ゲーのストーリーパートのような見開きがありますね。なんか喧嘩してますよ。そしてここがラインナップ表です。ちょっとラインナップ見ていきましょう。まずスピードパンサー、デンジャーシャーク、ダークウルフ、メガドラゴン。主人公っぽいやつここで出てくるんですね。キングライオン、デビルオクトパス、ポイズンコブラ、そしてキラータートル、ギガエレファント、マッスルコング、ハンマービートシャーク、マッシブホーンサイ、ジャイアントバッファロー、ストロングタイガー、そして暗闇で光るブリザードベア、ウィングイーグルという全16種類です。突然変異によって野獣と戦士が合体し、恐ろしいミュータントが誕生した。野獣の鋭い感覚と戦士の恐ろしいほどの強さを武器に、超人的な力を持つミュータントたち。彼らはさらに体を変形させる能力も持っている。さあ、その無限のパワーを君の手で引き出そう。じゃあどんどん開封していきましょう。さあ、2つ目です。ほい。光るやつか。さあ、2つ目は光るストレッチーズミュータント、ブリザードベアです。ちょっと白バック見えづらくてすいません。ベースは北極グマ。戦力ポイント、右腕から繰り出す強力なパンチということらしいです。北極グマのミュータント。ここはスルーして先に進みましょう。
さあちょっとね、全体が白のクリアボディになってて、顔がかなり見えづらいですね。結構見えづらかったんですけど、鼻とかシワのあたりもちゃんと造形されていますね。この辺の凹凸が触り心地めちゃくちゃいいです。耳がちょこんとしていて可愛らしいですね。ここにクマのですね、爪を模したようなバックルをつけていて、パンツとバングルっていうんですか。ここは紫色。そしてたくましいおみ足。指は3本ですね。ちょっと体型をシェイプアップしてみましょう。お、ミュータントの変形能力がすごいですね。これだけ軽量化すれば立つんじゃないかな。というわけで2つ目はブリザードベアでした。ちなみにこれは、暗闇で光る個体になっています。ちょっと今のうちに光を貯めておいて、また後で試してみましょう。さあ3つ目開封しましょう。ほい。おー、黄色い。さあ次はこちらです。虎のミュータント、ストロングタイガー。吠えているようなイラストがめちゃめちゃかっこいいですね。やっぱ名前にストロングってついてるんで強いんでしょうね。さあ詳しく見ていきましょう。さあこちらがスマトラトラのミュータント、ストロングタイガーです。黄色い体に縞模様が描かれています。なんか炎のような形のバックルをしていますね。ほいっとこのような感じですね。おー、たくましい。形が変形するんで、こうやって大胆に歪めてあげれば、パンチを食らった大ダメージみたいなのも再現することができます。これは楽しい。大変たくましいです。では次見ていきましょう。そろそろこのライオンの戦士見たいですね。しょい。お、かっこいいライオンだ。次に出たのはライオンのミュータント、キングライオンです。かっこいいですね。彼の腕は長い包帯で覆われていて、まるでボクサーのグローブのようだ。これ包帯なの？ライバルはマッスルコング。はい、ストーリーパートはこんな感じです。これ海の中なんですね、ここ。おー、かっけー。この顔のシワの寄り方がまるで半間裕次郎ですね。ものすごくこう険しい顔をしています。瞳は赤で塗装されていて、ライオンの特徴的なたてがみが結構ね、一本一本細かく再現されてるんですけど、ここね、触った感じラーメンみたいで気持ちいいです。そしてバックルにはなんかキノコのような形があしらわれていますが、これはチンコでしょうか。お、強そう。で、こちらがグローブなんですが、さらしというか包帯を巻いているような溝が造形されていますね。割と細かなシワなんかも入っていて、結構リアルな感じです。キングライオンでした。さあ次は何が出るでしょうか。僕はゴリラが気になります。そい。お、これはオクトパス。おーいや、いいですね、これ。ちゃんと吸盤まで再現されています。さあ、次はデビルオクトパス。確かにデビルっていう感じの顔をしていますね。タコのミュータント、デビルオクトパス。なかなか手強そうですね。テリトリーは地中海。こんな感じですね。頭がタコの形になっていて、見えますかここ。一応血管みたいなものが浮き出て造形されてるんですよね。で、体型はまあ今まで通りなんですが、腕というか足といった方がいいんでしょうか。吸盤のついた長い触手を持っています。いや、なかなかトリッキーな感じでかっこいいですね。いいじゃないですか。で、パンツは青。バックルはタコの形になっています。ちゃんと足にも吸盤がついていて、足の裏もこのように吸盤になっているんですね。ちなみにライバルはこのブリザードベア。このようにですね、戦わせて遊ぶことができます。デビルオクトパスでした。さあ次開封しましょう。お、黒い。そして怪しく目が光り輝いています。こちらはスピードパンサーです。速そうな名前の割にはどっしりとした構えですね。戦力ポイントは速い走り。空中アクロバットができるほど高く飛ぶ力や速く走る能力も優れている。身体能力の高さで翻弄するタイプなんですね。バックルには虎の顔みたいな形があしらわれていますね。結構ここも細かに造形されています。身軽なキャラっていうことなんで、スリムな感じにしてみましょうか。ギュムギュムと。
ビジュアルがだいぶ変わりましたよ。もういいんじゃないですか。こう飛んだり跳ねたりが得意らしいです。スピードパンサーでした。そろそろゴリラ来るでしょうか。うわ顔が中にね詰まってないんですよね。顔の中身が。今までは牙のあるキャラクターばっかりだったんで、この球歯があるっていうのが新鮮ですね。さあ次はこちら、マッシブホーンサイ、インドサイのミュータントで、ライバルはジャイアントバッファロー。こういう感じですね。さっきも言ったんですけど、むき出しにした球歯が非常にチャーミングですね。いや、いい顔をしています。紫のパンツを履いています。足は指は3本なんですが、こういう風にちょっと爪が造形されていますね。キラータートルと対決させてみましょう。甲羅で防御されて顔がぺちゃんこになってしまいました。マッシブホーンサイでした。では次開封しましょう。ゴリラは出るかな。ひょい。おお、これは顔がでっかい。こちらはギガエレファント、アフリカゾウのミュータント。こんな感じです。設定上は誰よりも大きいっていうことなんですが、結局体格は一緒だと思います。大きなお顔とこの牙、そして長い鼻が特徴的です。耳がねブリンブリンしていてめちゃくちゃ触り心地が良いですね。ライバルはストロングタイガー。やはり顔が大きいですね。というわけでギガエレファントでした。さあどんどん行きましょう。ほい。お、とうとうゴリラが来ました。マッスルコング。足の指がしっかりと造形されています。ただし4本指です。なんと戦力ポイントは耳をつんざく雄たけびと書かれていますね。声を武器に戦うんですね。木を振り回しながら雄たけびを上げると、敵はそのあまりにも大きな声に一瞬で気絶してしまう。これめっちゃ強いじゃないですか。はい、こんな感じです。さあマッスルコング、こんな感じです。ちょっと分かりにくいんですが、この毛のふさふさした感じがしっかりと再現されていますね。大きな口を開けて雄たけびを上げています。ちょっと色合い的に白い粉が目立つんですが、なかなかかっこいいですね。やはり霊長類なんで、このボディが全く違和感がなくて、単にパンツ履いてるゴリラっていう感じがしますね。バックルは、これは何か猿の顔をかたどったような感じのバックルをつけています。たくましいですね。マッスルコングでした。ちょっとそろそろこの光るガルダンディも見たいですね。お、なんかコミカルですね。さあ次はこちらです。ダークウルフ、狼のミュータント、ダークウルフ。非常に眉毛がたくましいです。今回もなかなか顔がでっかめですね。非常にコミカルで、ちゃんとイラストの眉毛も再現されていますね。ここ鼻の方は先まで詰め物が入っていないんで、結構プルンプルンしています。これも気持ちいいです。なんか昔海外ドラマでアルフっていうね、所ジョージさんが声優やっていたドラマがあったんですけど、それを思い出しました。で、ダークウルフっていうことで、バックルはですね、骸骨になってますね。いや、この顔いいな、好きだな。ということで、ダークウルフでした。まだまだあります。次行きましょう。ほい。お、これは光るこれ光るやつですね。ガルダンディ。さあ次はこちら、ウィングイーグル、ワシのミュータント。これ唯一の飛行能力持ちなんじゃないでしょうか。ライバルはデンジャーシャーク、ダークウルフと戦ってますね。なんかイラストのたくましさがちょっと少ないというかね、非常に不気味な感じの顔をしていますね。バキのスペックに似ている気がします。で、顔の毛並みの部分なんですけど、このようにちゃんと羽毛になっています。なかなか触り心地も良いですね。で、ボディはこんな感じの薄いブルーの蓄光のボディですね。で、バックルはこんな風に翼の形になっていて、で、こちらちゃんと足もこういう風にですね、猛禽類の足になっています。おー
こちらも夜まで明るいところに置いておきたいと思います。ウィングイーグルでした。ほい、顔が長い。さあ次はこちらです。メガドラゴン。コモドドラゴンのミュータント。メガドラゴン。時々同じ爬虫類の祖先を持つポイズンコブラとコンビを組むことがある。ポイズンコブラはまだ出てないですね。メガドラゴン。耳の下まで大きく口が裂けていて、鋭い牙が並んでいます。ワニみたいなビジュアルなんですが、コモドドラゴンのミュータントということですね。耳が小さくて可愛らしいです。で、特徴的なモヒカンヘアが背中まで伸びています。モヒカンっていうか、コモドドラゴンなんで背びれみたいなものでしょうか。ここもピロピロしていて気持ちいいです。こちらがメガドラゴン、そしてギガエレファント。相方のポイズンコブラが気になりますね。メガドラゴンでした。さあ残り4つです。さあ次は何かな。お、緑いいぞこれ。あ、バッファローが出ました。なんか豚っ鼻みたいになってる。バッファローが出ました。次はこちらです。ジャイアントバッファロー。バッファローのミュータント、ジャイアントバッファロー。こんな感じです。なかなか険しい顔をしていますね。グローブとパンツは黄緑色で、ここはね、バッファローの顔をかたどったようなバックルをしています。で、足はね、しっかりひずめになっていますね。こんな感じですね。ライバル対決。こうやって比較すると、結構ね、サイの方はブルーに近い肌の色をしていますね。激しい戦闘をしています。さあ、残り3つ。サメ系が楽しみですね。ほいさ。よいしょ。おお、これはまた個性的な顔をしています。いいですね。さあ、次に出たのは、ハンマービートシャーク。シュモクザメのミュータント。ハンマービートシャーク。性格的な部分は書いてないんですけど、なんかこの表情を見てる限りね、この表情を見る限り、兄貴っぽい性格をしていてほしいです。戦力ポイントは金槌のような頭。はい、ストーリーパートはこんな感じです。さあ、こちらがハンマービートシャークです。この肩から頭にかけてのフォルムが、なんて言うんだろうな、非常に好みです。顔の側面にはちゃんとエラも造形されていて、背中には背びれがありますね。横に大きく広がった目が非常に特徴的。ブルンブルンしていて、とっても気持ちいいです。いい表情をしてますね。で、バックルはオレンジ色。僕の中で兄貴認定されました。かっこいいですね。ハンマービートシャークでした。さあ、続きいきましょう。あと残り2つ。どっちが出るかな。おおうわうわうわすごっ。さあ次はポイズンコブラ。こいつは唯一しゃがんだポーズをとっていますね。コブラのミュータント、ポイズンコブラ。名前の通り強力な毒が戦力ポイントになっています。ライバルはダークウルフ。こちらはこんな感じです。さあ見てごめんなさい。さあ見てみましょう。ポイズンコブラ。顔が平たいんですよね、これ。非常にこう毒々しいカラーで、こんな風にちゃんと二股の舌を出しているんですね。ちゃんと全身に鱗が造形されていて、お腹側はこう蛇腹構造というか線が入っています。この鱗はしっかり立体的になっているんで、手触りが少しボコボコとしています。さあ、相方のメガドラゴンと並べるとこんな感じです。色のバランスも悪くないんじゃないかなって思いますね。好きだなぁ。ということで、毒を持った戦士、ポイズンコブラでした。さあ、では最後、開封しましょう。もう最後はね、この、なんだっけこいつ。デンジャラスシャークだったかな。彼が出ることがはっきりしています。さあ、いでよ。デンジャラスシャーク。うおー、これは名前に恥じない
デンジャラス感ですね。さあ、最後はこちら。デンジャーシャーク。デンジャーシャークですね。すいません、デンジャラスシャークって呼んでました。ホウジロザメのミュータント、デンジャーシャーク。戦力ポイントは素早い動きと噛みつき力で、すごいですよ、これ。テリトリー世界中の海ですって。さっきのハンマービートシャークはハンマービートシャークはテリトリーインド洋なんで、こっちの方がね、広いですね、テリトリー。で、ライバルはウィングイーグル。さあ、そしてストーリーパートはこんな感じ。さあ、見ていきましょう。デンジャーシャーク。さすがデンジャーっていうだけあって凶暴な顔をしていますね。微妙に赤く塗られた口が不気味な感じがします。食べた獲物の鮮血のようで怖いです。ハンマービートシャークと比較するとこんな感じです。なんかやっぱ表情を見てもハンマービートシャークの方がちょっとなんて言うんだろう、可愛げがあるというかね、親しみやすそうな感じがしますよね。さあ、というわけで最後を飾ったのはこちらのデンジャーシャークでした。さあ、ということで、この光る2体、光らせてみましょう。昼間の間、ずっと明るいところに置いておいたんで、もう結構光を吸収してるんじゃないかなって思います。さあ、どんな風に光ってくれるんでしょうか。ブリザードベアとウィングイーグル。いかにも蓄光ですっていう感じの体の色をしているんで、多分ボディが光るんでしょう。じゃあまずは照明から落としていきます。では部屋の明かりを落としましょう。3、2、1。はい、こんな感じです。かすかに光っておりますね。やはり先に開けたからなのかわかんないですけど、ブリザードベアの方がよく光ってるように見えますね。ちょっと暗いの怖いんで電気つけます。ということでこんな感じで光りました。はい、というわけで今回はこちらのストレッチーズミュータント紹介いたしました。いかがだったでしょうか。やはりこのパッケージのワクワク感半端ないですよね。いや本当に素敵なイラストです。このイラストと実物との差っていうのはだいたいこの手のお菓子にありがちな感じなんですけど、でもこうやって横に並べてみると割といいんじゃないかなっていう感じはしますよね。イラストこうだけど実際どうなんだろうみたいな、そこも含めて楽しめるポイントなんじゃないかなって思います。僕が個人的に一番気に入ったのはこちらのデビルオクトパス。なかなかかっこいい海の魔物っていう感じが僕は非常に好きでした。あとはこのね、やっぱ兄貴もかっこよかったですね。僕の個人的お気に入りはこの2体です。さあ、というわけで師走に入りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回多分なんですけど、この動画が今年最後の、通常の長尺の動画としてはこれが最後の動画になるんじゃないかなっていうふうに思っています。皆様今年も1年間本当にありがとうございました。僕にとってはね、クリスマスプレゼントっていう感じで、もちろん自分で買ったんですけど、非常にウキウキした気持ちで年の瀬を迎えられそうです。では皆様も良いお年をお過ごしください。ショート系の動画はまた上がると思うんで、そちらの方もよかったらよろしくお願いします。では今回はここまでとさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。駒ヶ崎でした。